こんにちは。闇のやり込みプレイヤーことのはあかねです。弓って扱いが難しい武器だと思いませんか？動き回る相手に狙いをつけなくてはならないし、弓を引き絞れてるかどうか、矢の在庫は十分かなどにも注意を払わなくてはなりません。このように考えることが多いので敵に接近されるまでのサブ武器くらいにしか使ってない方も多いのではないでしょうか。そこで今回は簡単に狙いをつけられて、引き絞りにほとんど時間がかからなくて、矢の在庫も気にしなくてよくなる。そんな誰でも気軽に弓を楽しめるビルド、ミスティックアーチャーの作り方を紹介します。まずは種族ですが、アルゴニアンの女性にします。理由はいろいろあるのですが簡単に言うと見た目のためです。名前は、ミスティックアーチャーなのでミスティちゃんにします。それではヘルゲンを脱出します。敵は無視して駆け抜けますが、なるべく多くの回復薬と、檻の中の魔術師の装備は回収していきます。ヘルゲンを脱出したら、西の崖の方に進んで、タロス像前に死体が散らばってる場所を目指します。この中のサレモール兵士の死体が不術付きの装備を確実に持ってるので回収しておきます。そうしたら魔術師の石碑をセットしてから、リバーウッドへ向かいます。リバーウッドトレーダーでこれまでの戦利品を売却したら、アルボアから皮4つと、紅玉のインゴット1つを購入します。そうしたら鋳造器具でこれらを材料にして、狩人のバックパックを作成します。バックパックは他の装備枠を使うことなく装備できるので、デメリットなしで弓のダメージと所持重量を上げられます。次はホワイトランから馬車でウィンドヘルムまで移動して、そこから少し南西に進んで、マーラの目の池に向かいます。中央の小島から地下に入って、中にいる吸血鬼からサングイネア吸血症をもらいます。そうしたらすぐそばのコウシュの間に逃げ込んで、3日間待機します。これでこのキャラは吸血鬼になりました。そのままコウシュの間のクエストを進めて、地虫の兜を入手します。この兜にはアンデッドに対する魔法を強化する効果があり、プレイヤーがアンデッドなら自分自身への魔法も強化できます。試しにこの状態で狩人のバックパックを付け直してみると、地虫の兜によって弓のダメージと所持重量が強化されます。それ以上に重要なことは、この時点でこのキャラはアンデッドに固定されたということです。詳しくは聖職者アンデッドになる方法という動画を見てほしいのですが、ゲーム開始後なるべく早く吸血鬼になることで、その後吸血鬼を治療しても永遠にアンデッド状態が続くようになります。ゲームを開始したらまずアンデッドに固定する。これは令和のスカイリムの新常識なので初心者の方はこれだけでも覚えていってください。クエストが完了したら、黒鉱石など金目のものを回収してから外に出ます。次は魔術スキルを鍛えたいのでリフテンに移動して、中に入る前に街道を北に進みます。監視塔エリアを抜けて右斜め前の坂を登ると、台座の上にゼニタールのアミュレットと祠があるのでこれらの効果を受けておきます。さらに物乞いに1ゴールド渡して話術ボーナスを得てから、商人にこれまでの戦利品を売却します。商人の所持金がなくなったら、セーブしてから殴って敵対して、その後ロードすれば所持金が復活するので、これを繰り返せばいくらでも売り続けることができます。黒鉱石は使い道があるので一つ残しておいてその他の戦利品を売り終わったら、宮廷魔術師のウィランドリアから、豆苗、聖者の光、魔力の剣の呪文書を購入します。酒場でマラマルからマーラのアミュレットを購入して、マーラ聖堂でマーラの祝福を得ます。これで回復呪文の消費を 25% 軽減できるようになりました。それではウィンターホールドまで移動して、ファラルダから入学試験を受けます。宿屋に泊まって休息ボーナスを得てから、ドレビスに話しかけて秘術の収束点を浄化するクエストを受けます。秘術の同調手袋を装備してから、秘術の収束点を調べると、ランダムでバフが発生することがあるのですが、目当てのものが発生しなかったらリセットして調べ直します。これを何度か繰り返せば、そのうちプラス100マジカ上昇というバフが発生します。これはマジカの最大値を上昇させる効果に見えますが、実際にはものすごい勢いでマジカが回復し続けます。これが発生したら素人のフードをかぶってから、ミッテンに入って、ドラウグルに聖者の光を当てて回復スキルを鍛えます。回復スキルが40まで上がったら、コレットから聖者の息吹を購入して、
今度は聖者の息吹を当てて回復スキルを鍛えます。回復スキルが42くらいまで上がったらこのタイミングで一度レベルアップしておきます。ステータスの上昇は間近に一つ振り分けたら、残りは全て体力に振り分けます。これでこのキャラのレベルは6になったはずです。それでは引き続き聖者の息吹を当て続けて、回復スキルを70まで上げました。次は氷の生き量近くの階段の上まで移動して、魔力の剣を唱えて召喚スキルを鍛えます。魔力の剣をお気に入り登録して、お気に入りメニューからホットキー登録すれば、高速で魔法を再装備できるので効率よく唱えられるようになります。というわけで召喚スキルを50まで上げました。次はソリチュードまで移動して、門の前まで着いたら、崖の上めがけて豆苗を打ち込みます。するとなぜかものすごい勢いで編成スキルが上昇していきます。スキルレベルが上がりすぎないようにこまめに確認しながら豆苗を打ち込んで、編成スキルが70まで上がったら、すぐにマップを開いて離れた場所までファストトラベルします。これで編成スキルの上昇が止まるので余計にレベルアップしてしまうのを防げます。次はこのビルドで使う装備品を買いに行きます。お金は多めに残しておきたいのでまた慈悲の贈り物とゼニタールの祝福を得てから、鍛冶屋で殴りリロードを繰り返して、革のスタミナのブーツ台と、革の弓術の腕当て台を購入します。本来鍛冶屋に狙った不死装備を出現させるのはかなりの苦行なのですが、レベル6ならまだ装備候補が少ないので比較的楽に入手できます。これでレベルを止めておく必要はなくなったのでレベルを上げて、回復パークの聖職者、編成パークの安定性、召喚パークの召喚術の精鋭、魔力の収束を取得します。次は吸血鬼を直したいので根膜の呪文書を購入して、黒痕石に魂を捕らえます。モーサルでファリオンに黒痕石を渡したら、儀式上で吸血鬼を治療します。本来ならこれで聖職者や血虫の兜による強化は受けられなくなるはずですが、試しにこの状態で狩人のバックパックを付け直してみます。すると、吸血鬼は治ったはずなのに聖職者と血虫の兜によって弓のダメージと所持重量が強化されてます。これが序盤でこのキャラをアンデッドに固定した効果です。吸血鬼のデメリットなしで恩恵だけを受けられるわけですから、これは常識になるのも納得の強力なテクニックですね。次はこのビルドのメインとなる弓を取りに行きます。ドラゴンズリーチのプロベンタスに何か役に立てそうなことはないかと尋ねると、影の中でのクエストが開始します。クエストを進めると静かなる月の野営地を調べることになるのですが、少し距離があるので先に乗り物を用意することにします。というわけでアルケイナエウムでソランの日記を読んで、伝説の生物のクエストを開始します。リフテンの東で一角獣を捕まえるクエストで、しばらく乗り続けていれば自分の馬として飼いならせます。それでは静かなる月の野営地へ向かって、暗殺者の日記を読んだら、ドラゴンズリーチに戻ってファレンガーからドラゴンストーンの回収を依頼されるところまでメインクエストを進めます。その後一度外に出てから中に戻ると、広間の2階に暗殺者が出現します。ここには戦闘に参加してくれる味方が大勢いるので、取り囲んで殴ってれば簡単に倒せます。そうしたら必ず血虫の兜をかぶった状態で死体を調べて、影の弓を入手します。この弓はデイドラの弓と同等の攻撃力を持ってる上、攻撃速度上昇効果もあるのでスカイリム最強の弓となってます。さらにこの効果は影の弓入手時に聖職者や血虫の兜の効果を得ていれば強化可能です。通常の富士効果と違い入手時に付与されるバフなので、影の弓入手時には血虫の兜をかぶるのを忘れないよう注意してください。ちなみに影の弓には装備時に構えると透明になるという効果もあるのですが、今回のビルドではこちらの効果を使うことはありません。これでメインの弓が手に入ったので次は弓術スキルを鍛えます。まずは大量の矢が必要になるので、ウィンターホールド大学のフィニスから魔力の矢術の呪文書を購入します。これはマジカを消費して発動する変わったパワーで、120秒間魔力の矢が装備されるので実質矢が使い放題になります。魔力の収束を取得すれば全ての矢の中で最高の攻撃力になるので、便利なだけでなくダメージ面でも優秀なパワーとなってます。弓術スキルは普通に上げようとするとかなり大変なので事前にファエンダル
を雇ってから、盗賊の石碑をセットして、馬を攻撃して弓術スキルを鍛えます。弓術スキルが35まで上がったら、ファエンダルから40まで訓練を受けます。その後レベルを上げればまた訓練を受けられるので、今度は45まで訓練を受けます。訓練費用はファエンダルのインベントリから回収できるので、お金が足りなくなる心配はありません。これでまたレベルアップに必要な経験値が貯まるので、さらに訓練を受ければ比較的楽に弓術スキル50まで上げられます。これでファエンダルから受けられる訓練の上限に達したのでお金を回収してから別れます。ここから先はひたすら馬を攻撃し続けて、弓術スキルを58まで上げます。これ以上普通に鍛えるのはかなり大変なのでここからはスカイリムの各地でスキルブックを読んで、弓術スキルを63まで上げます。アンジーの野営地ではアンジーから的当ての課題を出されるのですが、課題をクリアするごとに弓術スキルが上がっていきます。課題は全部で6つ出されるので、全てクリアすれば弓術スキルを69まで上げられます。ここでスキルツリーを開いてみると、次のレベルに上がる直前までスキル経験値が溜まってるはずです。というわけであと数発弓で攻撃すれば、弓術スキル70に到達できました。それでは血虫の兜をかぶった状態でスキルツリーを開いて、オーバードローランク4、パワーショット、クイックショット、レンジャーを取得します。クイックショットも聖職者や血虫の兜で強化できるのでこれでかなりの攻撃速度になります。また本来パワーショットは巨人などの大型の敵をよろめかすことはできないのですが、聖職者や血虫の兜で強化すればサイズに関わらずよろめかすことが可能になります。あともう少しレベルを上げたいので次は軽装スキルを鍛えます。適当な軽装鎧を装備してからホワイトラン西のブリークウィンド水面へ向かって、難易度をベリーイージーに下げてから、巨人に殴られて軽装スキルを鍛えます。ヒストスキンで回復しながら少しの間殴られてれば、すぐにレベルアップに必要な経験値が溜まります。そうしたらすぐその場から離脱してレベルを上げます。これで現在のレベルは24になりました。それでは巧みな軽戦士ランク1と適切な装備を取得します。レベル24になれば U ランクの装飾品が売られるようになるので、ソリチュードのレディアント装具店で弓術の指輪 U を購入します。次はドーンスターから南に進んで太閤の石碑へ向かいます。血虫の兜をかぶった状態でこれをセットしたら、次はリフテンのマーラ聖堂でディンヤバリュに話しかけて愛の書のクエストを開始します。スカイリムの各地で恋人たちの手助けをしたら、血虫の兜をかぶった状態で報告してマーラの使徒のボーナスを得ます。太閤の石碑やマーラの使徒は聖職者や血虫の兜で強化可能なので、これで現在の魔法耐性は 62% まで上がりました。最低限の戦力は整ったのでここからは戦闘を伴う稼ぎに入ります。まずは攻守の真西のシアーポイントへ向かってクロシスと戦います。現在魔法耐性はかなり高くなってますし、一角獣もいるので負けることはありません。というわけで倒したら死体を調べてクロシスを入手します。これは弓術上昇効果のあるドラゴンプリーストの仮面で、はっきり言って性能は低いですが見た目重視で採用することにしました。次はファルクリース監獄に向かってシンディングから話を聞いて月明かりに照らされてのクエストを開始します。クエストを進めるとシンディングを倒すか助けるかの選択が出るのですが、今回は倒すルートを選びます。狩人が生きてる間はそちらを優先して狙うのでその間にできるだけ体力を削っておいて、全滅後は引き打ちしてれば勝てるだろうと思ってたのですが、移動が早すぎてパワーショットでよろめかせても全く距離を取れずに攻撃を受けまくったので、ヒストスキンで回復しながらのゴリ押しでどうにか倒しました。あとはシンディングから皮を剥げばクエスト完了となり、救世主の皮鎧が手に入ります。これは魔法耐性 15% と毒耐性 50% の効果を持つ軽装鎧で、血虫の兜をかぶった状態で装備すれば、魔法耐性が 85% となり上限に達します。今回のビルドではこの鎧を使いたかったので腕と足も革装備で揃えて、頭も色味が近いクロスにしたわけです。見た目重視にしたせいで性能はひどいことになってますが、最終的に最強クラスの不死装備で固めた場合と同じくらい強くなるので安心してください。次は弓と並ぶもう一つのメイン能力を取りに行きます。ウィンドヘルムの王の宮殿でガルマルに話しかけて、ストームクローク入隊のクエストを開始します。大蛇の石碑付近で氷の生き量を倒したら、ガルマルに報告して、
コルバンヤンドの攻略に向かいます。道中の敵はストームクロークと協力して倒しながら進んで、ボスは倒す必要がないのでスルーして、言葉の壁から時間減速のシャウトを学習します。次はドラゴンソウルが必要なのでブリークフォール墓地をクリアして、ミルムルニルを倒してスカイリムの各地にドラゴンを出現させます。あとは適当なドラゴンからドラゴンソウルを吸収して、時間減速の一言目を解放します。時間減速を発動すると周囲の時間の流れが遅くなるので、ただでさえ強力だったクイックショットとパワーショットの組み合わせがさらに凶悪になります。効果が強力な分持続時間は5秒と短いのですが、聖職者と安定性が有効なので現在の持続時間は11秒まで延長されてます。それでもクールタイムが長すぎて効果が切れてから次に発動可能になるまで時間がかかるので、次はクールタイムを軽減するための装備を取りに行きます。マルカルスのアンダーストーン砦でオンドルマールからクエストを受けて、オグマンドの家に侵入して、宝箱からオグマンドのタロスのアミュレットを入手します。血虫の兜をかぶった状態でこれを装備して、さらにタロスの祝福を得れば、時間減速のクールタイムは11秒まで縮まります。これで効果が切れてもすぐに再発動できるので、時間減速状態を維持し続けることが可能になります。続けて時間減速の二言目を取りに行きます。ソリチュードからひたすら西に進んで、ディープウッド要塞へ向かいます。大量のフォースウォーンが出現するなかなか難易度の高いダンジョンなのですが、時間減速が強力なので特に問題なく攻略していけます。そうしてハグズエンドまでたどり着いたら、入り口脇の崖を登って、出口側から侵入すれば、すぐに言葉の壁までたどり着けます。そうしたらまた適当なドラゴンからドラゴンソウルを吸収して、時間減速二言目を解放します。これでさらに時間の流れを遅くして持続時間も伸ばすことができました。それではこのビルドで使う最後の装備を取りに行きます。まずはホワイトランから東に進んで、儀式の石碑をセットします。そうしたらファストトラベルでハグズエンドへ戻って、入り口から中に入ったら、すぐに儀式の石碑を発動します。その後少し待ってから外に出ると、謎のおっさんが蘇生されてついてきます。この人物はもともとハグズエンドの隠し部屋で倒れてた死体で、本来ならとあるクエストで発見することになるのですが、儀式の石碑で壁越しに蘇生すれば連れ出すことが可能になります。というわけで死体に戻してから調べると、太古の暗殺者の装備一式が手に入ります。太古の暗殺者の頭巾は高い弓術上昇効果を持つ貴重なユニーク装備なのですが、アルゴニアンがこれを装備すると、グラフィックが正常に反映されず妙に丸っこい見た目になってしまいます。しかしこの状態で別の頭装備をつけると、太古の暗殺者の頭巾が外れずに同時に装備されてしまいます。一部の装備は特定の種族だとグラフィックが反映されないことがあるのですが、その状態だと別の装備を重ねて着ることが可能です。アルゴニアンの場合は太古の暗殺者の頭巾がこれに当たるので他の種族より高い弓術上昇を得られます。現在腕と頭装備による弓術上昇の合計は 80% となってますが、これはグリッチなしで得られる弓術上昇の上限と同じ値です。多重装備系のグリッチは際限なく強くなれてしまうので普段はあまり使わないのですが、グリッチなしで得られる数値までならバランス崩壊にはならないので見た目と性能の両立のために使うことにしました。ちなみにカジートも太古の暗殺者の頭巾が表示されないので同じことが可能ですが、カジートに毛皮装備を着せるのは普通すぎる気がしたのであえて爬虫類のアルゴニアンを選びました。これで目的は果たしたので太閤の石碑をセットし直しておきます。時間減速を連発するには血虫の兜をかぶった状態でタロスの祝福を得る必要がありますが、頭装備を2つつけてる都合上付け替える手間が通常より増えてます。さすがにこのままでは使い勝手が悪すぎるのでとあるグリッチを実行します。まずはアーケーの祝福を得て最大体力を強化します。次にイバルステッドの外れにある陰徳の路上墓地に入って、レバーが4つ並んだ部屋に着いたら、一番右のレバーを引いて毒やトラップを発動させます。しばらくレバーを上げ下げして体力を削って、現在の体力がアーケーの祝福による増加分より低くなったら、一度セーブしてこの状態を残しておきます。次は血虫の兜を装備してからお気に入り登録して、お気に入りメニューからホットキー登録します。この状態でまたセーブしてから、体力を削った状態のデータをロードして、
すぐにホットキー登録後のデータをロードします。ロード中に設定したホットキーを押して、ロード完了後血虫の兜が外れてれば成功です。この状態で狩人のバックパックを付け直してみると、血虫の兜は装備してないはずなのに聖職者と血虫の兜両方の強化を受けられてます。これはデッドロードアンイクイッピングと呼ばれるグリッチで一部の装備効果の永続化が可能です。これでアンデッドへのダメージ強化が永続化されたので装備の付け替えのたびに血虫の兜を被る必要がなくなりますし、そのままタロスの祝福を得るだけで時間減速を連発できます。これでミスティックアーチャーの基礎は完成となります。あとはスカイリムの各地で戦闘をこなしていけば自然と強くなっていくはずです。時間減速の3個ためを習得すればさらに持続時間を伸ばせますが、あまり長くなりすぎると敵を倒してもなかなか解除されなくてテンポが悪くなるので、2言目に留めておいた方が使い勝手はいいと思います。今回のビルドでは影の弓とクイックショットで攻撃速度がかなり上がってますが、あまりに攻撃速度を上げすぎると弓を引き絞った直後に放ってもすぐに矢が落ちてしまうという現象が発生します。ところが時間減速の最中なら、引き絞った直後に放ってもちゃんとまっすぐ飛んでいくようになります。つまり影の弓とクイックショットによる連射力を活かすには時間減速がほぼ必須になります。どんな武器でも時間減速と組み合わせれば強力なビルドになることは間違いないのですが、その中でも特に恩恵が大きいのが影の弓との組み合わせだと思います。敵の動きを遅くしつつ高速連射で一方的に攻撃する爽快感はこのビルドならではなので、ぜひあなたもミスティックアーチャーを作って遊んでみてください。最後に影の弓が持つバグについてお話ししておきます。影の弓は装備した状態で構えると透明になる効果があるのですが、入手してからしばらく日数が経過すると、その効果が発動しなくなってしまいます。この状態だと攻撃速度のバグも消えてしまうのですが、影の弓を装備した状態でエリアを切り替えれば、攻撃速度のバグだけは再適用されます。他にもセーブ&ロードした時などにもバグは再適用されるので、影の弓を装備し続ける限り攻撃速度に関してはバグの影響はほとんどありません。といったところで今回の動画はここまでです。良ければいいね、高評価してもらえると励みになります。それではまた次回お会いしましょう。